皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。今回は、よく知られたバイポーラトランジスタの無安定マルチバイブレーターの動作原理を、回路シミュレーター LT スパイスで調べていきます。無安定マルチバイブレーターの回路です。一般にはこのように回路を線対称に書いて、出力と入力を交差させてつなぎます。しかし、広角と信号の流れ、つまり波形の因果関係がわかりにくいので、回路図の書き方の原則通り、信号が左から右へ、つまり時間も左から右へ流れるように書き直しました。波形はこのようになります。信号は A イン、A アウト、B イン、B アウトと流れ、B アウトが A インに戻ります。このままでは、卵が先か、鶏が先かわからないので、ループを切って、外部から十分長いパルスを加えてみます。V インが立ち下がると、並行して容量 C1 の多端 A インも立ち下がり、トランジスタ Q2 がオフすることで A アウトが立ち上がります。ここまでが V インが立ち下がったことによる作用です。この後、容量の重放電により A インは緩いカーブを描いてゆっくり立ち上がります。A インが約 0.5V に達すると、トランジスタ Q2 がオンし、A アウトは立ち下がります。A インはトランジスタ Q2 のベースへ満った乾電圧の約 0.7V でクランプされそれ以上上がりません。ここまでがトランジスタ Q2 側の回路の動作です。この後、A アウトが立ち下がったことで、トランジスタ Q1 側の回路が同様の動作をします。実際の回路ではループしているので、A インが 0.5V に達すると、その結果 A アウトが立ち下がり、その結果 B インが立ち下がり、その結果 B アウトが立ち上がって、一巡して A インが立ち上がろうとしますが、ベース電位にクランプされて 0.7V までしか上がらず、少し段差と突起が見えるだけです。この瞬間、大きなベース電流が流れているのですが、それについては後で説明します。A インのクランプまでの波形が周波数を決めるポイントとなるので、もう少し詳しく見ていきましょう。図のように A インと同じ CR 回路をもう一つ作り、A インに相当する電位を CR オンリーとします。CR オンリーはベースのクランプがないので、VCC の 5V を最終電圧にして上下に積分波形を描きます。A インと CR オンリーの波形はかなり違うように見えますが、それは A インが 0.7V から始まり、5V 分立ち下がった後、最終電圧 VCC5V に向かっていくのに対し、CR オンリーは VCC5V から始まり、5V 分立ち下がった後、最終電圧 VCC5V に向かうため、振幅がそれぞれ 9.3V と 5V と異なるからです。縦軸のメモリをこのように正規化しておくと、ベースにクランプされるまでは波形はぴったり重なります。A インがクランプされるまでの時間が発信周期 t の2分の1なので、図の V1 に対し V2 がいくらなのかが重要です。積分波形は右上の式で表されます。この式を Excel の関数で書けば、このような表とグラフができます。C×R は自定数といい、t イコール CR の時式の値は 0.63 つまり 63% となります。この曲線の 50% でクランプされたとすると、時間は CR の 0.69 倍となり、その2倍が発信周期です。この回路のように 5V 電源でコレクタの負荷が抵抗の場合、52% でクランプされるので、表から時間は CR の 0.73 倍となります。細かく計算しても、使える抵抗と容量の値は限られるので、50% としておけば間に合うでしょう。
発信周波数を正確に合わせたい場合は、半固定抵抗などで調整します。これは、よくある 3V 電源で LED を点滅させる回路です。このような場合は、50% から大きく外れるので、実測と計算値を比べてみましょう。まず、LT スパイスの結果です。周期238ミリセカンドとなりました。ただし、実際に作成した回路の LED と順方向電圧 VF が違うので、出力波形の振幅が合っていません。LED は電流を切るとそれ以上電位を少ししか引き上げてくれないので、出力振幅は LED の順方向電圧次第です。ブレッドボードで組んで実測しました。しょぼい USB お城なので、低い周波数の波形は安定して測れません。出力振幅は 1.41V、周期210ミリセカンドでした。さっきの計算方法と比べてみましょう。V1 は 3.62V、V2 は 1.12V で、V1 分の V2 は 31% でした。Excel の表で 31% の時、時間は CR の 0.37 倍となります。CR の値を入れて計算すると、周期は222ミリセカンドとなります。ほぼほぼ実測と合いましたが、そもそもこのマイナス 0.62V がわからないと計算できません。この電圧は 0.7V から出力振幅を引いたものとは合わず、そもそも出力振幅も LED 次第なので、計算で求めておくのは難しそうです。正確な予測は難しいですが、赤や緑の LED なら、おおむね30% 程度と見ておけば良さそうです。最後に、今回のシミュレーションで気づいたことを一つ。先に述べたように、B インが 0.5V に達すると、その結果が一周して A アウトが立ち上がり、B インが引き上げられそうになります。しかし、トランジスタ91のベースでクランプされ少し突起が見えるだけで上がりません。この時トランジスタ91には瞬間的に大きなベース電流が流れます。これはコンデンサー C4 の重放電電流です。B インが立ち下がってからゆっくり重放電された時の電荷量とほぼ同量の電荷が、B インが立ち上がりそうになった時には、クランプされて急速に重放電されるもので、瞬間的に大きなベース電流がトランジスタ91のベースからエミッターへ流れます。図の回路はコレクタ電流 50mA で、コレクタ電流や消費電力は問題ありませんが、ベース電流が 40mA を超え、最大定格である 50mA に迫っています。ベース電流が最大定格を超えるかもしれないというのは意外な盲点ではないでしょうか。マルチバイブレーターにはもう一つ、エミッタベース間電圧 VEBO の問題があります。これについては、別の動画ですでに少し述べましたが、その対策方法について次回動画投稿したいと思っています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。